Living room. ここまではしないだろうっていうようなことまでやっちゃうんだ。仕掛けるわけで、それこそなんか。こんな単純なことかっていうようなこととかね。そうそうそう。さあ、ユリ・ゲラーがスプーン曲げてたのが、こんな単純なことなの。つまり力で曲げてたなんて誰も思わないわけですよ、その手の筋力で。あれはなんで曲げてたんですか？いや、だから筋力で曲げてるんですけどね。筋力で曲げてんだ。あ、鍵が出てきた。家の鍵なんですよ、これ。はいはい。で、すごい鍵あるテレビの番組で。テレビの番組でね、会議派の僕ら、大月教授とか野坂昭之さんとか、こっち側に座ってて、何でもいいから家の鍵出せって言うから、俺でもいいのって言ったら、いや、お前のでもいいから出せって。俺疑ってるけどいいのって、いや、何でも出せって曲げてやるからって。で、これ出したんですよ。で、こうやってキュッキュッキュッってやってね、トゥーストロングって使い出してたんですよ。誰に？ユリ・ゲラーに。俺が中学の時にレコードまで買って、自伝まで買って読んだ超能力者と名乗ってる男は、で、後から知ったんですけど、やっぱりイスラエルでサーカスで手品をやってて、で、ヘッドハンティングされて超能力者になったんですね。と名乗るようになったんですよね。なるほどね。ミスターマリックみたいなもんだ。そうなんですよ。ただマリックさんの場合はやっぱり手品ですっていうことはスタンスはっきりしてるじゃないですか。でも、あれやっぱ自分で辛かったんだろうね。まずね、これちょっとな、超力だってこれ言い続けて今から何十年も生きる俺やだなと思っちゃうんじゃないですかね。かつての仲間からも変な目で見られる。お前さーなんて言われて、誰も飲みに誘ってくれなくなって。ナポレオンズからもね、なんか、話されちゃったりして、大揉めに揉めたりして。そういうこともありましたね。ユリ・ゲラー。いやいや、トゥーストロングって言われた時にはね、どうも、井野健二です。板谷由香です。ナイトワープ今、トークで上げてもらいました。はい、今夜も宇宙に浮かぶ犬さんちからの放送です。この番組は毎回いろんなゲストの方に来てもらってるんですけども、はい。今週はですね、タレントの松尾隆さんが遊びに来てくれました。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。こちらこそ。11月16日にエッセイが発売になるということで。そうなんです。朝日新聞社の朝日文庫から、オカルトデッカチという。なるほど。タイトルで大体中身が想像できます。はい。オカルトに関しての頭デッカチの。そうですね。なんか、割とチャイルディッシュにツッコミを入れるような感じの本ですね。チャイルディッシュにツッコミを入れる。細かいところに。重箱の隅つくような感じで。でも細かいのを俺から取ると何も残らないので。おおらかに突っ込めない。テレビでも突っ込んでらっしゃるんですもんね。そうですね。本当は、なんか、オカルト現象に対してね、その肯定派と否定派に分かれてるっていう図式が、テレビ的ではあるんだけど、本当はあれ良くないと思うんですよね。だって本当に、なんかお互いの意見が説得力が拮抗してるかのような印象を与えかねないでしょ。本当は非常識なことを、なるほどね。もう全特会みたいなことを唱えてる人たちっていうのは、それを立証する責任があるっていうことじゃないですか。なるほど、なるほど。だからね、そんな肯定派否定派なんて分かれるのはおかしいんで、常識人と信奉者っていう風に分けてもらった方が。なるほど。そんな、ちょっと面白い話できそうなんで、ちょっと楽しみですけども、そんなわけで今夜も1時間ゆっくり楽しんでください。はい、ナイトワープ。Welcome to Night Warp. Eno at home. Living room. 昔は信奉者だったんですけどね、僕は。だんだんね、子供の時なんか本当にもう現実逃避型の子供で、なんか、妄想型でね、で、自分の本体はどっか4次元にいてね、で、この3次元の、今僕らが行動したり生活したり学校に行ったり、そういうことは全てその4次元の人の何か意志なのか、それとも姿が投影されてるだけでね、本当の自分はここにはいないとかね。僕小学校の時、割と似てましたね。似てましたか？そういう感じじゃないですけどね。そういうぐらい僕も、この現実以外のに生きてましたね。この現実を疑ってましたね。
自分の中に自分がいたりするじゃない。自分の中にで自分と会話ができる。あるある。そっちが自分にするんじゃないかなとかね。あとね、目をつぶるとね、もう世界が全部消えててね。こう手が、ここに、今、テーブルに触れてるでしょ。触れてる感覚も錯覚であってね。なるほど。怖い、なんかすごい。我を思うように我ありってやつ。そう。だから本当にそれを考えることによって自分の存在があるだけでね、実は目をつぶって何も意識しなくなると、この家みたいに宇宙空間に浮いてるみたいなね。なるほど。僕もでもそういうふうに感じてる。あとまた暗示かかるじゃないですか、人間で頑張れば。結構、小学校の頃かな、なんかの変な、どうでもいい、多分ムーとかそういう本ですよね。こういうふうにやると、なんか幽体離脱できるっていうのが書いてあって、やったんですよ。そしたらね、やっぱ離脱するのね。離脱するんです。確かに。それはもう別にもう暗示だろうがなんだろうがいいんだけど、でも、だからっていうのがあって、そういうのでもなんかいろんな知識がある前に経験しちゃうと多分、信じちゃうんですよね。やっぱショッキングなものとか、覚醒するような出来事があって、脳内麻薬が出ると、そこにやっぱ完全に信憑しちゃいますよね。これ頭の良し悪しじゃないんですよね。結局、人間って本当はいけないんだけど、本当は客観視しなきゃいけないんだけど、経験主義になるから、自分が見たんだ、この目で見たんだっていうことが。感じたんだっていう、そういうことだ。人間は錯覚する動物であるにもかかわらず、その錯覚ってことを自分だけはないと思ってるんですね。なるほど。だから、どんなに、例えばほら、東京大学を出たエリートの皆さんとか、理工系でずっとエキスパートとしてやってきたような人が、あぐらかいて跳ね上がってるストロボ写真見てね、調査は浮かぶと思って入っていっちゃうっていうのは、お前バカかって言われたらそれまでだけど、頭の良し悪しじゃないんですね。信じたいことがそこにあったっていうだけで。なるほど、なるほど。あと、いわゆるオカルティックなものって、そういう超常現象ってすごくそういう科学に詳しければ理屈がつくんですけども、科学そういう分野に関して詳しくないうちにそういう経験があると、その人間で記憶って全部言語で記憶するじゃないですか。自分の知ってる言葉のその語彙を使って記憶するんで、なんか自分の中の適当な理由づけちゃうんですよね。それをこう人に言ったりとか自分で思いついて反芻しちゃって、どんどんこう角が取れてって、本当に事実が出るね。そうですね。だから遠くにいる人のことが分かったらこれテレパシーって言葉で覚えちゃうわけですね。なるほど。何らかの情報伝達とか、あるいはタイミングの偶然の一致みたいなことも考えられるのに、もうそれをもう記号化して頭の中に入れちゃうから、その言葉自体にもイメージがあるから、やっぱりそれを何度も人に話すうちに、今度はでも自分が経験したことをね、人に話すときに、相手に驚いてほしいとか、感動してほしい、びっくりしてほしいと思うから、何度も話しちゃう話っていうのは、最初のうちは、なんか見たような気がするんだよねって言ったのが、相手が驚いてくれないから、見たんだよ。だんだんそういう風になってきて、それが人から人へ伝わるという時に、もっと桁違いに大きくなっていくようになりますよね。ツアートインアットホームリビングルームには11月16日にエッセイ集オカルトデッカチが発売される松尾隆さんが遊びに来てくれています。お邪魔してます。もともとそのオカルト少年だったものが、コミュニレオという会議派に回ろうと思ったきっかけって結構そういうふうに世の中で何でも変わることありますけども、そういうその心情的なものでパッと変わるのってすごくかなり意外なことっていうか。そうですね。昔学生運動をやってた左翼の人がね、牽引者になってだんだん右に行くっていうような、すごい深刻だなっていうことってあるじゃないですか。あれみたいなもんなのかなと人を見てそう思ってたんですけど、自分がね、自分を言いたいって客観的に見るんですね。そうなんですよ。それがね、不思議なんですよ。僕はずっともう中学の時も学校の帰り道に墓場があるとじーっと何か見えないかこう凝視してるようなね、不気味な少年だったんですよ。中岡俊也さんっていう人の主催してる日本超能力研究会かなんかにね、中学校の時になけなしの小遣いを送って本当に行ってね、心霊写真鑑定書なんか送ってもらったりしてね、喜んでたようなね、もうそんな大好きだったんですよ。もうユリ・ゲラーが日本に来た時なんかもうテレビの前でスプーン持ってね、動いてない危険持って握りしめてもう念じてるみたいなね、こっくりさんにもハマりましたしね。懐かしいな、こっくりさん。これがですね、だいたい5年前ぐらいに、子供がもうすぐ生まれる、今5歳なんですけども、それが生まれる時にね、俺、
これまでは必ずね、何かに直面した時に逃げてきたんですよ。必ず責任回避したり、現実逃避したり。で、そういう癖があったんですけど、これどうなるんだって、自分のなんかアイデンティティクライシスみたいなものが訪れてね、子供が生まれると俺の子供か。でこいつが何かやった時俺が責任取るのか、いろんなこと考えるんで、これからは自分のね責任だけじゃなくて人の責任まで自分にかけなきゃいけない。これどうしたもんかなってすごいなんか客観的に考えるようなことが連鎖反応的にバババッと一時期に固まって、でその一環としてオカルト的なものに関してもねないならないっていうことを前提に今まで全くその30数年間やってなかった行為なんですよ。ひょっとしたらないのかな、ないとしてみましょうと。ただね、それまで釈然としなかったものがいろんなものが説明が加速度的につき始めて。で、まあ、現在に至る、もう相当否定に近い会議派になってます、だから今は。だからなんかインチキした奴がいるからとか、錯覚だったからっていうことで、全ての現象を否定するのかっていうレトリックがあるじゃないですか。でもね、結局じゃあ、証明できるようなね、その現象が目の前で起きた試しが俺はないんですね。で、もしあったとしても、俺金縛りにもしょっちゅう今でもありますしね。僕もありますね。それは不規則な生活してる人はもう、生理現象として起きることで、ただ、イマジネーションの中で、やっぱり体が動かない、誰かに押さえつけられてる。あ、ここは旅館だ。あ、なんか昔誰か死んだのかもしれないな。そうするとおぼろげながらそういう人、着物着た人とかね、お年寄りとかね、あるいはそこが昔関ヶ原だったら武将の格好したやつがいたりとか、どっかに記憶に残ってるイマジネーションが暴走し始めて、脳は半分寝てるから理屈にかなった話が進まないわけですよね。だから夢見てるのと同じだから。でも視覚だけは起きてるっていう自覚症状があるもんだから、ものすごいことを体験したと思っちゃう。それに関してもなんか説明がつくようになってきてからはもう金縛りに会うのも全然怖くなくなったんですよね。楽しむぐらいの、で、よくさっきおっしゃった。怖さまで克服できました。できました。もうね。暗闇も大丈夫。大丈夫ですけど、ただ、暗闇からね、犯罪者が襲いかかってくるっていうことに関してはね、恐怖はありますね。でも、ただの純粋な暗闇は全然大丈夫です。全く大丈夫です。あ、そう。だから僕、もう5年ぐらい前から、それはすごいな。部屋を真っ暗にして寝られるようになったんです。それまでね、どっか小さな明かりついてるのダメだった。僕とですよ。それをね、全く、だから、おそらくですけど、まだやってないんですけど、昔タクシーに乗った時に運転手さんがね、夜中の2時まで、多摩の方に行った時にね、お客さん2時に送って。だからもう戻ったっていいお客捕まんない。その時間帯から。でも疲れてるから寝ようっていう時には、多摩レーンの一番真ん中に行くんですって。だから、わざとわざと。そうするとね、墓場は、街灯がないんですよ。夜中墓参りするやついないから。なるほどね。だから、漆黒の闇になって、せいぜい月明かりが曇ってたら本当に真っ暗なんですよ。2キロか何キロあるかってないけど、その真ん中に車止めて、窓開けて、寝るんですよ。怖くないですかって、俺、その時は言ったんですよ。話聞いたら10年ぐらい前だから。怖いでしょ。何言って生きてる人間の方がよっぽど怖いよ。後ろからガーンってやられて私たちね、金取られるかもしれないんだから。うわー、こんな、アンセリアの人いるんだと思った。今まさにその状況に俺が近づこうとしてます。あれ、そう。怖い。俺無理だから。いや、板谷さんは大丈夫なんですか？全然平気。俺僕の自分のイマジネーションに負けちゃいますね。あ、そうまだ。だからそうなんですね。イマジネーションの方が。いや僕も完全そうですよ。やっぱりそれは対応しますよね。イマジネーション負けしますんで。僕一応そういう職業だったら、そんぐらいやるけど。力がないのかな、もしかしたら。そういうとこ行くと思う。いやいや、だからいいことをイメージしてるんでしょ。そう。で、ゲーム作ってらっしゃると、きっとアクシデントとかトラブルとか、そういうものを極限状態まで想像しなきゃいけないっていろんなイマジネーションがあるから。そこの蛇口が緩いんだよね。開きやすいっていうの。出ちゃうんだと。そう。だからちょっとね、自分の生んだものに負けちゃう。自分の生んだものに恐ろしくなっちゃうんだ。そうか、でもそのね、克服の仕方で、現実派に行かれる方っていうか、現実的なことにね、それわかるんだけど、その精神面まで克服したってかなり。ガキが存在が落ち着かったのか。でも僕も子供生まれて今言いたい話ですよね。子供生まれるとすごい現実的になりますね。やりますね。これ、だから、僕も確かにね、生きてて逃げてる部分があったんですよ。合計 7% ぐらい。僕の人格の中で。子供が生まれちゃうとね、逃げられないですよね。
これは疑えない、かなり疑えないものが目の前にいますからね。で、こいつが、例えば大きくなって、そういう反社会的なというか破壊的なね、そういう、グルのいるところに、帰依していくようなね、入信しておかしくなっちゃったりとかね、妙な、セミナーみたいなのが入っちゃったらどうしようとか、そういう不安もありますよね。だから、客観的な事実なのかどうかっていうことを検証しながら自分の中で、もちろんね、何でもかんでも疑えっていうことじゃなくて、信じるっていう言葉って空港なイメージがあるでしょ。美しくてね、素晴らしいこと、信じる力って言うともう聞こえがいいですね。疑うっていうことに関して言うとね、信じると疑うってね、逆のことだと思ってる人いるでしょ。信じると疑う。でも信じるの逆っていうのは信じないなんですね。疑うというのは信じるためのね、プロセスなんですよ。なるほど。信じるっていうのは最後の結論なんですよ。信じるとか信じないっていうのは。なるほどね。つまり、ほら、生きると死ぬの逆だと思ってる人いるけど、死ぬは生きるのうちなんですよね。最後の瞬間のことを死ぬっていうだけのことで、生きるってずーっと継続してるわけでしょ。そのプロセスじゃないですか。それと同じで、疑うっていうずーっと長いプロセスがあってこそ、信じる力が生まれるんです。それをなくしてね、飛びついて、信じたいことがあるからって飛びついちゃったものに信じる力なんか存在しないですよ。だから疑うってことはね、みんなそんな、言葉自体はすごくね、なんか癒やしいというか悪者の感情みたいな目で見がちですけど、疑うってことはすごく大切なことなんだっていうことをね、プロセスとして、その疑うってことは辛いことだけど、その辛さがないのに信じるものを得ようなんていうのはもうずうずうしい話でね。なるほどね。だからみんな疑いましょうっていうような気持ちがちょっと思ってます。そろそろ曲に行きますけども、僕の知り合い佐々木智子ちゃんというセガのサウンドの女の子ですけども、彼女がこの新しいルーマニアなんちゃらっていうゲームがいい加減だな。それのサウンドトラックに持ちました。モントロンビア。その中の、じゃあちょっとそういう怪しい曲ということで、マナモーンって曲を聴いてください。どうぞ。
プは11月16日にエッセイ集オカルトデッカチが発売される松尾隆さんをお迎えしています。お邪魔してます。具体的にこの本に書いてあるその混んでる話っていうのを聞かせていただいていいですか？そうですね。UFO はどうですかね。まあでも UFO は生きてるうち1回ぐらい見ますよね。いわゆる UFO 的なもの。それは僕はね何回かあるんですけど、いまだになんかわからないんです。僕も今だにわかんない。ただね、なんかわかんないんですけど、それはもちろん自然現象かもしれないし、人工のものをまあ何か不思議な感じで見ちゃったのかな。ただそれとなんか例えばその幽霊であるとか、さっきの超能力であるとかっていうのを一緒にした時 UFO に失礼ですよね。まあそうですね。あれはそれと僕はちょっと違うエリアだと思いますよ。UFO の場合はもちろんあれ言葉の誤解もありますよね。そうです。あれ別に宇宙人が乗ってる UFO じゃないですよね。そうですね。まだ基地の何であるか、人の何であるかという特定がなされていない飛んでたものっていう意味の軍隊の用語ですもんね。そうです。それを宇宙人の乗り物だと思っちゃってるところで話が進んでるところが一つと、それからただおかしいなと思うのは宇宙人の思想っていうのは19世紀の終わりぐらいからあったことはあったんですけど、それは宗教とある種の宗教と融合してちょっとカルト教みたいになってるところもありますけど、ただそれに拍車がかかったのは50年前のケネス・アーノルドっていうおっさんが次回は飛行機に乗ってる時に観測気球を UFO とUFO とか宇宙人の乗り物みたいなものと思い込んじゃって新聞で発表したというのがあって、その新聞記者が勘違いしてどんな風に飛んでましたかって、観測気球だからこう上下に揺れながら飛ぶんですよね、速いスピードで。で銀色で光るもので球体だったんですけど、こうやって海に円盤を投げた時にタン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 と海面を跳ねるじゃないですか。なるほど。石なんか投げるとペン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 ってあれみたいな、向こうではそれを操作を使ってやるんですって。なるほどね。実際操作を使って。そうなんですよ。なるほど。で、だからフライング操作っていう言葉になっちゃったんですけど、なるほど。それは操作のような形をしたものじゃなくて、操作のような飛び方をしてたって言ったのが、次から偽物がどんどん出てきた、わざと作る人たちは円盤状のものを作り始めたんです。アダムスキーなんかも掃除機のお尻のところを改造して、で、近世からやってきた船で私も連れてってもらったみたいなことわけのわかんないこと言ってるんですけどね。錯覚見間違いっていうこととインチキってまた別の問題だと思うんですけど、やっぱり宇宙人が地球に来てるっていうことはね、俺可能性はないことはないと思うんですよ。これに関しては、例えば幽霊がいるかとか、超能力があるかとかいうことよりもよっぽど確率が高いですね。いやもう別の線切ってあげないと。そうですね。ただ確率はでもそれこそ天文学的に低い確率ですよね。だからいると思いたいし、いるとすれば楽しいしね。ただやっぱりそんなに高度な文明を持ってるのにね、麦畑でなんか幾何学模様を子供のいたずらのように、それもおじさんたちがいたずらをしたそのスタイルを真似て宇宙人がなぜ痕跡をあちこちに残さなきゃいけないかとかね、そういうことを考えるとね、みんなが宇宙人の仕業だと思ってることのほとんどがもう除外されちゃうんです。ただまだなんだかわかんないと、検証する方法もないような現象もいくつかあるだろうから、そこのところを突き詰めて考えればいいんですけど、あまりにも信奉者の人たちっていうのも何でもかんでも信じようとするから、だから本当は分けて考えなきゃいけないって飯野さんおっしゃってるんですよ。俺もそう思うんですけど、ただ信奉者の人っていうのは UFO を信じる人は幽霊も超能力もみんな信じるんですよ。そうね。一緒くたのみんな信じますよ。重なってます。UFO を信じる人で、みんなっておかしいですよ。例外もいるでしょうけど、ほとんどの人が UFO を信じる人は超能力も幽霊も信じます。ただ占いも信じますしね、そういう人はね。占いは遊びだったらね、いいんですけど、占い師が最初に投げかけるのもね、この人は当たるんだっていうイメージを作り上げるためのね、簡単な統計術をやるんですね。だから、あなた、兄弟2人でしょっていう。でも年代見ますよ。もっと年配の人は兄弟3人ですかとかいう。年配だったら子供が多かったから。で、今もし小さな子供が訪ねてきたら一人っ子でしょって当たり前ですけどね。確率から言えばそうなんですよね。で、大体2人でしょって言ってあったんですけど、俺の前に4人ぐらい並んでて、3人か4人並んでてね、俺、ついたてがあって、それになんかこう木彫りみたいなので、ちょっと透けて見えるような、よく注意して聞くと話が聞こえるようなところで順番待ってたんですよ。神戸の一番当たると言われてた占い師、才の目占いっておばさんがね、サイコロ振ってってやるんですけどね、3つ振るんですよ。でそのおばさんがね、座った途端に必ずね、兄弟2人でしょ、
って、もうなんかもう見透かしたような口調で言うんですよ。最初の人はね、3人兄弟だったみたいなんですけど、あ、いえ、3人兄弟です。だからあなたに兄弟2人いるんでしょ？ああ、なるほどね。そうすると、2人と3人は OK なわけですよ。で、その次の人は2人兄弟だったんですよ。で、その次の人は4人兄弟、俺の前の人は4人兄弟だったんですよ。4人。だから、いや、あなたに兄弟2人いるという風に見えたんだけど、1人影薄いわね。なるほどね。つけた方がいいわよ。つまり、外れにカウントされないんです。俺一人っ子なんですけど、俺にはまさか聞かないだろうと思ったら聞いたんですよ。やっぱり兄弟2人でしょ。この人これワンパターンなんだなと思って。なるほどね。で、一人っ子ですって言ったら、あなたのお母さん、あなたが産む前に一人下ろしてるわよ。うわそうきたかって感じで。この話、野坂さんにしたらね、あなたなぜ殴らなかったのかな怒られちゃって。感心してる場合じゃないと。このままうまいなって感心してる場合じゃない。踊りかからなきゃいけない。だからね、まあでも占い師自体は別に悪者にするつもりはないんですけどね。じゃあ、日本にあまり広がってない、その、セラピーみたいな、一つのね、まあ、歪んだ形ではあるけども、役割は担ってると思うんですよ。だからガス抜きみたいになってるかもしれないけど、話聞いてもらうだけでね、とりあえずは、悩み事を、解消したような部分があるじゃないですか。バカみたいなもんですよ。サラリーマンにとっての。まあね。でもそうですね。女の人があれ、行くのってそういうことなんだ。飲み屋に、男が飲み屋に行ってこう、いや、さーっていうのと変わらないんじゃないかなと思うんですよね。でも近いもんでも同じすごい行くじゃないですかね。あれ多分飲み屋の代わりですよね。そうですね。もう値段もそこそこ。あ、女の子が占いに行くのがね。そういう例えは納得できますね。すごい行く人いますよ、本当に。毎月何度と。毎月何度も行く人いるよ。俺の知り合いで本当に。聞いたんだけど、本当に。それでも多分そういうことだよ。あと恐怖で脅しといて、そうならないために、こうしなさい。これを買いなさいって言われる。そうだ。そうとか、水晶玉とかね。あんなものでね、悩み事が消えるんだったら俺買うよ。玄関ピンク色にすりゃ幸せになるってバカかって言うんですよね。風水？いや、それは風水じゃないんですよ、あれ。風水じゃないですね。風水。ドクターって嘘なんですよね。20万円で工学博士っていう肩書きを買ったって、この間ワイドショーで突っ込まれて自分で白状してましたけどね。いや、だからそれで、あの人が言ってるようなことっていうのは実は風水じゃなくて、昔風水師っていうのは中国にね、国家公務員としていたわけですよ。その人は方角を見たりするんですけど、その方角は何かと自然科学にのっとってるわけですよ。つまり、どっちの方角に行ったらいいことがあるようじゃないんです。なるほどね。都市計画をするときに、川上とか風上にお墓を配置したら、昔は土葬が多かったでしょ。で、疫病で死んだ人たちの病原菌が流れてくるから、国が滅びますよと。だからこっちの方角にこれやめましょうと。水と風の流れで風水って言ったんですね。それを見るための都市計画の役人だったわけです。ちゃんと自然界のことでやってたってことですよね。そうです。南西の方角に厨房を作ると病人が出る。それは食べ物が腐りやすいから西日がさしてね。当たり前で今冷蔵庫あるから関係ないですよね。だからそういうようなことをやってたんですけど、いつの間にかそこにそのオカルティズムというかね、神秘主義的なその演出が粉飾されて、で、今みたいな、どこそこの方向にはね、ピンク色のものを置いたら黄色い壁にしたら幸せになるとかね。インチキなものがね、張り込って、そうですよね。違うわけですね。信じられる要素と、これはおかしいなって否定される要素がなんていうか、いい割合で混ざってるのがどうも憎いですけどね。だから風水には確かに磁場とかね、っていうのは実際ありますよね。で、ここにいたら調子悪いとかって、確かにありますし、僕なんかも、ここは本当に、なんかすごいいいなっていう場所に、それはね、砂漠なんか行くと、そんな全然信じない僕でもね、あれ、ここはちょっといいかもなっていうとこありますよ、確かに。やっぱりね、自然に対するね、なんていうか、無形のね、畏怖の念みたいなものは持つとかね、あるいは超自然的なものを全て否定するとかいうことではなくて、心の中にね、そういうものの感覚をどっかに持っておいた方が、例えば自分が倫理的に生きられるとかね、そういう社会が平和になりますようにっていうような、一つの緩やかな働きにもなるし、僕はやっぱり葬式行きますからね、葬式行くのはなんでかって言ったら、霊を弔うためじゃないんですよね。生き残った人たちに対して、これから一緒に頑張りましょうねって、悲しいよね、辛いよねっていう確認をしに行くので、あれセラピーだと俺は思いますし。なるほどね。炊き出しです。炊き出しですよね。
占いとかって感じないの？考えない？全く占いとかって信じない？占い？インスピレーションとかでね、なんかこうすごくなんかこう不思議な感じで示唆されて、それをもとに行動をしてみるっていうのも、それはそれで別に全然そう思う。他人にね影響の及ぶことじゃなきゃいいんじゃないかって気もしますけどね。インスピレーションっていうのはやっぱりすごく大切なことです。直感っていうのはやっぱりそれはインスピレーションって言うと日本語にすると霊感っていう意味になっちゃうけど、でもそれは実は霊感っていう、勉強そうなってるだけで、本当はインスピレーションっていうものはその自分の内側にですよね。かねてより五感で生きてきて、取り入れたものが熟成されて別の形で花開くっていうのが瞬間に訪れる直感っていうのがあるわけですね。この直感っていうものは大切にした方がいいと俺は思いますよ。人間例えばなんていうかな、自分で意識しなくてもこういう状態の時にこういうことをしたらこうだったっていうのを経験積んでいくじゃないですか。そういうので言語に訳せないものでもう経験してると思うんですよ、かなり。言語に直せないようなもの。こういう時にこういうことしたらこううまくいったとかっていうのって、その言語で訳せるものは頭がどんどん記憶として溜めていくじゃないですか。それは人間ではその脳内麻薬出したりとか、それを抑制したりとかっていうので、人間の行動を決めたり感情を決めたりするわけですけども、でも言語に直せないものでもかなりの経験を人間が積んでるはずなので、そういうのを使おうときにどっちでもいいんだったらインスピレーションで選ぼうという。そうなんですよ。そういうことで決めあぐねて、そのインスピレーションだから棒を立てて倒れた方向に歩こうってそういうことですよね。そうね。だから占いの元ってそういうもんだと思うね。余計なことにはとりあえず思考停止してね。それよりももっと考えるべきものに心血を注ごうみたいな。本当道具なんですよ。だからそのオカルト的なものっていうのは。だからその道具に人間が振り回されるようなことが最近多すぎるので。なるほどね。いや魂も捧げちゃってるとね。ただそれでね含めて考えるよりはなんですかね。悪いことが起きた時もなんであんなことになっちゃったなんでこんなことになっちゃったんだろうっていうようなことでもうどんどん深みにはまるよりは神の星飯だっていう一言でねもうそこで思考停止してでもっと前向きに考えるための道具としてね使えるんじゃないかっていう気がすごくしますよね。バランスだよ。バランス、そのインスピレーションと知識のバランス何よりも大事だと僕は思う。だから自分でいろんなことを判断できる自信がある人はね全然考えないです。そんなところに行くこともないですよ。信じたくもならないでしょ多分。考えの中にも入らない。あとはその考えなきゃいけない要素が何かっていうのをちゃんと考えることですよね。自分だけのことなのか、そこに他人が介在するものなのか、自然が介在するものなのか。例えばその競馬の予測をするのと僕が何の職業に就こうかっていうのを同じその道具で測っていけないと思うんですよね。そりゃそうだね。いつも思うのは競馬、僕もねある時期競馬すごくやってたんですよ。もう全然やってませんけどね。僕すごいもう何百万も競馬で。何百万だけど100万いや200万ぐらいで儲かったんじゃないかな。かなり僕一時競馬で儲けてましたけどね。あったりやめて。それお払いに払うよりは生きた金の手がかかるかもしれない。1ヶ月2、3ヶ月やめたらもうできませんけどね。でそこで思ったのはある時からパターン当たり前ですよ。で何かっていうと割とね競馬に詳しくなっちゃったんですね。でガンガン勝ったんです僕初めは。もう誰が見ても驚くぐらい俺はそうおかしいんだってぐらい毎回場外馬渋谷の場外馬券行けば10万15万持って帰ってくるっていうぐらい当たったんだけどもっていううちに俺競馬結構稼げるなと思ってなって必要以上にこうなんか競馬の雑誌とかさ前はその日の前の日ぐらいに競馬新聞買ったのをもうちょっと前に買ってみたいけどね。で勉強してみるんですけどその途端に当たるもんですよ。でいつも思うのは競馬予想士って大体当たってないんですよ。だからもう知識で埋もれちゃうと、知識に溺れるとまず当たらないんですよね、競馬っていうのは。でだけども勘で何も知らない人が今日のじゃあ10列何かをして何も知らないけどじゃあ適当に3、8って言っても当たらないですよ。そのバランスそれはなぜかと自分と関係ないものを当てるものなんですよ。そうか。だからその考える対象を何かによってそのバランスを変えなきゃいけないんですよね。だからこれは確実に全部知識上で判断すべきそこにオカルティズムを一つ入れる必要もないっていうものまで入れて考えちゃいけないし、これは知識を使って考えてもしょうがないから適当にもさっきの道どっちにでもいいからバランス合わせてそれでもいいやっていうね、そのバランスだと僕は思いますけどね。どんなことでもですね。愛してる愛してない愛してる愛してないと同じでね。花びらは大体同じなんですよ。
松尾さんどうですか、そういうバランスの取り方っていうのは。僕はね、大体そういう不思議なものに傾倒していく時の状況って必ずね、欲望かストレスか。そうですね。欲望とストレスがあると、判断力はどんなに賢い人でも著しく低下するじゃないですか。そうですよね。そういう時に何かにすがろうっていう気持ちがあるからボーンとここに入っていっちゃうわけですよね。そうですね。欲望があったりストレスがあるっていうことは、その状態を考えたら、そこまでの自分の何パーかを否定しなきゃいけないですからね。だからプラスにしたいっていう欲求がすごい溜まって、そういう時に何がある。だから詐欺師がね、騙すっていうのはつまり欲望の隙間につけ込むわけでしょ。騙される方が悪いんだよって詐欺師がよく嘘ぼくなんていうんですか、言い方があるじゃないですか。でもそれは何かって言ったらやっぱり騙される側の欲望の高さとかストレスで何とかしたいと思ってる欲求ですよね。これをね、巴投げのようにね、柔道で相手がガーッと押してきてこうやって投げるの巴投げってじゃん、あれみたいな力技なんですよ。なるほどね。自分は力あんまり使ってないわけです、ね、ないんだけど相手の欲求をうまく乗せて放り投げちゃう。そっか。騙された方にもついにしてもらうからあんまり選ばないっていうのもある。だからね、できるだけ俺は等身大にいようと。でストレスがかかった時にはちゃんとした専門家に行こうっていうようなシミュレーションをね、そうだよね。やっといた方がいいですね。言ってる場所だ。本当そうだよね。
Welcome to Night Warp. Eno at home. Living room.というわけで全世界4局の FM ステーションを結んでお送りしましたナイトワープいいなともそのお別れです。はい、今夜は松尾隆さんをお迎えしました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。普段松尾さんはそのまあポジティブにする方法はすごいもうなんか話しててなんか分かった気がしたんですよ、私はね。具体的になんかこうこれにかけるっていうかこういうことをしているっていうのなんかありますか？困った時にそうしようと思ってることありますけどね。どういうことですか？自己催眠。暗示にかける。とにかくやる気になるように。かかりますね、人間は。もう本当に簡単にかかるから。簡単ですね。暗示にかけるために、原始的な方法で言えば朝起きてから、俺はできる、俺はできる、俺はできるって100回言うとかね。それ実際？いや、まだやったことはないですけど、もし落ち込んじゃった時にはそうしようと心に決めてますよね。しようとね。できるできる。俺は大丈夫、大丈夫、大丈夫。これをね、言い聞かせる。これ毎朝やると相当、だからそこら辺のところで僕は自分でマインドコントロールをしてきたので、多分辛いことがあったら、落ち込むようなことがあったら、前向きになるような言葉をね、連呼して克服しようと思ってます。なるほどね。イガさんは？僕？いや、まあ僕なるようになる。なんかね、もう無理なものは無理でね、落ちてる時は落ちてるから、何日間かはダメになっちゃうし、その中で最大限にやることを。でもなんか最近思うのはやっぱりそういうミラクルなことってもっと現実的なミラクルっていっぱい起こせると思うんですよね。なんか友達を喜ばしたりとか、何かその素晴らしいことをねやってみたりとか、どっかのなんか余ってる空き地があったら、ね、種をどっかで5万円分買ってきてバーって冬のしまいで春になったらその花が咲くわけですよ。よっぽどねそういう方がミラクルって気がするし。俺本当思うのはこういうオカルト的なことにツッコミを入れたりとか、その懐疑的なことをね、こう水をかけるようなことを言うとね、その無粋だとかね、ロマンがないとかね、いうふうな言われ方するけど、ロマンなんてものはそんなね、ありもしないようなことに求めるのがロマンじゃなくてね、できることをね、最大限に膨らませていくことこそロマンだと思うから、宇宙にだって本当にたくさんのロマンあるだろうし、それは医療の現場だろうが文化だろうが何だってあると思うんですよ。体が浮くことに、時間使ってる場合じゃない。場合じゃないでしょ。そんなことにね、エネルギー使ってる場合じゃないでしょ。そうだよね。宇宙船をね、将来作ろうと思って一生懸命勉強した方がよっぽどいいよね。ロマンがあるよね。そうですよ。ということが言いたい。超能力っていう言葉がおかしいと思うのはね、超能力者がやることってね、なんかスプーン曲げたりね、使えるスプーンをもうスープ飲めなくしちゃうわけでしょ。つまり役に立たないことを能力と言っていいのかってことなんですよ。役に立たないことばっかりやってデモンストレーションで見せてね。だから超能力だったらとても役に立つことをやんなさいと。そうですよね。だからなんか見て当てるとか月の裏側を連射しますとかそういうインチキはやめて、だったら行方不明になってる家族がどこにいるか探してる人いっぱいいるわけでしょ。そういう人たちをどんどん見つけてやればいいじゃないかっていう。確かにね。そしたらもっとね。信じます俺は。それだったら。前相原浩二さんの漫画でビルから落っこちたって女の人がいてスーパーマンが飛んでて2コマ目でね、女の人助けて3コマ目でみんなが私がスーパーマンになって4コマ目でアフリカでどんどん人が死んでるっていう助けるのお前その力を使うのはこっちだろってセンスあるな。それはねでも本当各超能力持ってない僕らも含めて各個人の時間の使い方とか力の使い方お金の使い方もそうだけどもそのくだらない欲の現場に使ってるのは間違いない。それはロマンじゃないよね。松尾さんが一番ロマンを感じるものは何ですか？一番ロマンを感じるものですか？そうですね。僕はね、うまい蕎麦食って温泉に入る。いいですね。ものすごいロマンですね、俺の中では。多分、最級の温泉ね。もう大快楽ですね、僕にとっての。温泉いいですね。なってきましたね、そろそろね。もう一生それだけやって暮らせるっていうことが夢ですね。確かに。そんなわけで、最後、松尾さんなんか一曲。一曲ですか？かけたい曲何でもかかりますから、その曲。じゃあ、刑事コロンボのテーマ。
じゃあ、刑事にコロンボのテーマをかけて、お別れします。それでまた来週、すみませんでした。板谷由香でした。そしてゲスト、松尾隆でした。お待ちください。ありがとうございました。Night Warp, Eno at Home. This program was broadcasted to you from Tocho FM.